こんにちは、ジパング55のタカです。今私はフィンランドのヘルシンキバンター空港に来ております。前回の動画では、フィンランド北部にある稲荷でのオーロラ鑑賞の様子をお届けしました。今回はこちらのラインナップで、フィンランドの首都、ヘルシンキ観光の様子をたっぷりお届けできたらと思います。概要欄からご自身が必要な情報まで飛ばしてご視聴ください。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。最初にヘルシンキの交通事情をご説明いたします。ちなみに空港に到着したらすぐのキオスクで SIM カードを購入することができます。値段は5日間無制限で5ユーロとかなり格安です。SIM カードを差し替えるだけなので、ぜひ試してみてください。ヘルシンキバンター空港から市内に向かうには、バス、電車、タクシーの3種類があります。どの方法でも市内には30から40分ほどかかります。バスは1カ所に集まっているので、分かりやすかったですね。ヘルシンキ以外の各地に向かうのであれば、バスを検討してもいいかもしれません。市内に向かうのであれば、電車が安くておすすめです。空港直結の駅があり、標識に沿って進めば迷うことなく着くことができます。結構地下深くにあるので、エスカレーターでだいぶ下まで降りました。電車や市内の乗り物は、共通の券で乗車することができます。その際に便利なのが、HSL アプリです。アプリ内でクレジットカードを登録しておけば、どこでもチケットを購入することができます。1回ずつ購入を終える必要がありますが、1人で複数のチケットを購入できるので、同行者の分をまとめて購入もできます。フィンランドの電車は改札がなく、自身でチケットを購入しておき、係員が来たら見せるスタイルです。持っていないと罰金を取られるので、注意しましょう。電車のホームにも自動券売機があります。移動する区間を選びます。空港から市内に向かう場合は ABC 区間を選びます。料金は時間と区間によって決まります。今回は90分以内の移動で 4.4 ユーロでした。支払いはクレジットカードや現金、どちらも対応していました。1日観光する場合は乗り放題の券を12ユーロで購入するのがおすすめです。フィンランドは中部まで鉄道がありますが、北部は鉄道がないみたいですね。各駅に何分ほどで着くかも分かりやすく表示されていました。列車は車両数も多く、自転車なども積めるみたいですね。車内も綺麗で、席数も多かったです。車幅も広かったので、スーツケースなどの大型荷物を持っていてもそんなに邪魔にならないと思います。上の棚も広々していました。場所によっては充電もできたので結構便利ですね。止まる駅も案内表示されているので分かりやすかったです。最初はトンネル内を走行していましたが、途中から湖や森林も多くのどかな雰囲気でした。それではヘルシンキ中央駅に着くまで車窓を楽しみたいと思います。ヘルシンキ中央駅に着きました。電車が長いので駅のホームも長いですね。改札がないので駅には簡単に出入りができます。出口の数も限られており迷うことも少なそうです。駅の建物内にはコンビニや売店などもありました。ヘルシンキ中央駅から電車に乗る際の注意点は、電車が決まったホームに来ません。案内表示板で何分後にどこのホームに来るのか確認し、向かう必要があります。空港に向かう電車は飛行機マークがついているので、迷うことはないと思います。本数も多いので、事前に調べておかなくても大丈夫そうです。こちらが中央駅の外観です。市内にはトラムも走っており、番号で確認します。
番号が同じでも方向が違う場合があるので、進行方向は確認しましょう。トラム内も清潔ですし、案内表示で駅も表示されるので分かりやすかったです。市内を縦横無尽に走っているので、観光の際はトラムをうまく活用してみてください。バスも同様で、トラムと同じくらい路線が多くあります。こちらも停車駅が表示されるので分かりやすかったです。停車したいときはボタンを押して降車します。ドアは自身で開閉ボタンを押さないと開かないので注意してください。ヘルシンキは他のヨーロッパ同様、電車、トラム、バスのチケットが統一されているので、とても観光しやすいと思います。それでは続いて、おすすめ観光スポットをご紹介します。最初にご紹介するのは、中央駅近くにあるヘルシンキ中央図書館のオーディです。2018年12月に開館し、単なる図書館にとどまらず、市民のための公共スペースとして国際的にも非常に注目されています。3階建てで、3階が静かな読書エリア、2階にはスタジオやワークスペース、3D プリンター、ミシン、録音スタジオなどがあります。1階にはカフェ、イベントスペース、展示、映画館などがあります。場所もヘルシンキ中央駅から徒歩5分とかなり近い位置です。観光客も自由に出入りでき、ヘルシンキ市民の憩いの場となっています。3階の読書エリアには多くの本が所蔵され、自由に読むことができます。日本の漫画なども置いてありました。ボードゲームや DVD の貸し出しも行っていました。図書館でここまで貸してくれるのは嬉しいですね。外観は大胆なガラスと木材が融合し、内部は自然光にあふれ、広々としているため、世界で最も美しい図書館の一つと言われています。キッズスペースもあったので、子供連れの親子なども遊んでいました。2階は撮影できませんでしたが、3D プリンターなどを借りることができ、作業をされている方も多かったです。1階にはカフェやチェス盤があり、市民が自由に利用できるようになっていました。こんな場所なら1日いても飽きないかもしれませんね。フィンランドの近代建築をぜひ体感してみてください。続いては、カンピ礼拝堂です。ヘルシンキ中心部にある、とても小さな教会です。別名、沈黙の礼拝堂とも呼ばれ、都市の喧騒の中で静けさと心の平穏を提供する場所として知られています。後ほどご紹介するショッピングモールの換気センターのすぐそばにあります。宗教的な礼拝ではなく、誰でも利用できる静寂の空間として設計されています。そのため、ミサや宗教行事は基本的に行われず、スマホや話し声も禁止だそうです。心のケアのために、市のソーシャルワーカーや教会のカウンセラーが常駐もしているそうです。無料で中にも入れるそうなので、よかったら立ち寄ってみてください。続いては、ヘルシンキのシンボルともいえる、ヘルシンキ大聖堂です。中央駅から徒歩15分、トラムで7分ほどの距離にあります。1830年から1852年にかけて建設されました。もともとはニコライ教会として建てられ、ロシア皇帝ニコライ一世にちなんで命名されています。当時フィンランドはロシア帝国の自治体公国という位置づけでした。1917年にフィンランドが独立後、ヘルシンキ大聖堂と改称されました。現在では、フィンランドの国家的行事や特別な式典でも使用される重要な宗教施設です。新古典主義建築の傑作と言われ、正面の大階段、巨大な中央ドーム、4つの小さなドームが特徴です。中も無料で見学できます。内装は他のヨーロッパの教会に比べてシンプルな作りになっています。祭壇、オルガンなどがあり、
荘厳ながら控えめな装飾が施されています。大聖堂前のアレクサンドル2世像は、ロシア皇帝ながらフィンランドに対して比較的寛容だったとして今でも評価されています。中心部にあるので立ち寄ってみてください。続いてはウスペンスキー大聖堂です。ヘルシンキ大聖堂から歩いても行ける距離です。ヘルシンキ中央駅からはトラム17分、徒歩20分ほどです。東方正教会の大聖堂で、西ヨーロッパ最大のロシア正教会の聖堂として知られています。先ほどのヘルシンキ大聖堂の城とは打って変わって赤レンガ造りで歴史を感じますね。金色の玉ねぎ型ドームが13基あり、イエスと十二使徒を象徴しているそうです。チケットはオンラインでも購入することができます。大人1人5ユーロでした。ヘルシンキ大聖堂の中とは違い、金や青、赤などの深い色調で荘厳な雰囲気です。壁には聖人や聖書の場面を描いた正教会独特の絵画であるイコンが描かれています。ウスペンスキーとはスラブ語で聖母飛翔天を意味し、この大聖堂は聖母マリアの飛翔天に捧げられた教会です。内陣と礼拝堂を隔てる装飾的な壁、イコノスタスは正教会建築の重要な要素だそうです。金色を基調とするこのイコノスタスは綺麗で素晴らしいですね。芸術的にも高く評価されており、中には19世紀ロシアで作られた貴重なものもあります。フィンランド国内では人口の約 1% から 2% が正教徒と言われています。ポストカードなども販売していました。綺麗な教会を見ることができるので、ぜひ訪れてみてください。近くには飲食店が集まったオールドマーケットホールがあるので、向かいたいと思います。オールドマーケットは1889年に開業した歴史ある屋内マーケットです。歩いていると観光名所であるスオメンニンナ要塞に向かう港もすぐ近くにあります。ヘルシンキ大聖堂、ウスペンスキー大聖堂、オールドマーケットなどは近くにあるので、一緒に回るのがいいかもしれませんね。オールドマーケット前の広場も市場のようになっており、フルーツや野菜などが販売していました。フィンランドらしく、ブルーベリーやラズベリーもたくさん販売していますね。飲食店も多くあり、いろいろ販売していました。全体的に料理の値段は少しお高めでした。マグネットも販売していました。こちらがオールドマーケットホールの入り口です。オールドマーケットホールは約30店舗ほどが軒を連ねる屋内マーケットです。19世紀、食品の衛生面が社会的に重要視されるようになり、屋外市場に代わる衛生的で整備された屋内市場として建設されました。中にはスモークサーモンやジャーキー、新鮮なニシン、カレイ、サーモン、トナカイ肉などがありました。毛皮やトナカイの角なども販売しています。タパスのような料理もあり、美味しそうですね。プレート料理もあり、量も多そうです。フィンランドでよく食べられるシナモンロールなども置いてありました。見ているだけでも美味しそうな料理や食材が並んでいました。特におすすめなのはサーモンスープです。このスーププラスモアは地元の方も訪れる有名店です。サーモン以外にもいろいろな食材のスープがあります。だいたい14ユーロで、サイズはプラス2ユーロで変更が可能です。オリーブオイルや胡椒などを自由にかけることができます。サーモンスープと一緒にパンも提供されました。こちらがサーモンスープです。結構大きいので、2人でシェアしても十分な量でした。オリーブオイルにパンをつけながら食べましたが、このオリーブオイルもかなり美味しかったです。すごくパンに合っていました。
スープの味は思っていた以上に濃厚で美味しかったです。日本のサーモンよりも身が引き締まっている気がします。人気の理由がわかりますね。席もお昼時は満席でしたが、回転率が高いのでそんなに待たずに入ることができました。皆さんもぜひ訪れてみてください。続いては本場のサウナを体験できるローリュヘルシンキです。ローリュはヘルシンキの海辺にあるモダンでスタイリッシュな公共サウナ&レストラン施設です。中央駅からトラムで20分ほどの距離です。2016年にオープンした施設は現代的な建築でユニークな形をしていました。建物の外装は白樺の板で覆われた幾何学的な構造で、まるで木の彫刻のようだと言われています。中に入るとレストランがあり、サウナ利用者じゃなくても利用が可能です。注文はカウンターで行い、空いている席に座るスタイルでした。値段は20ユーロ前後しましたが、サラダやハンバーガーまでいろいろありました。14時ぐらいでも結構混んでいました。今日は雨が降っていたので、テラス席の利用者は少なかったですが、海を見ながらここで食事をするのも気持ちが良さそうですね。それではサウナに向かいたいと思います。入り口から左側の通路を進むと受付があります。利用には事前予約が必要です。公式サイトから予約可能時間を確認してみてください。サウナで飲むドリンクなどはここで購入ができます。受付でバスタオルとフェイスタオル、ロッカーの鍵をもらいます。ロッカールームは結構狭かったですね。サウナは3つあり、休憩スペースもあります。ここは水着を着用して男女でもサウナを楽しむことができます。お水は自由に飲めるようになっていました。フィンランドでは水風呂の代わりに湖や海に入って体を冷やすことが多いです。こちらのサウナもバルト海にそのまま入ることができます。結構海は荒くて気をつけないと流されてしまいそうでしたね。手すりがあるので体を海につけるだけでも良さそうです。私は9月だったのでまだ入れましたが、冬はより入るのが大変そうです。海を見渡せるサウナもあり、ここは温度が低めに設定されていました。隣は公園でサウナも見えるようになっています。ヘルシンキの街中で水着でいるのも変な気分ですね。サウナはスモークサウナ、薪サウナなどフィンランドの伝統的なサウナを体験することができます。サウナは広かったので狭苦しさは感じませんでした。フィンランドのサウナはみんなで話しながら入るのが一般的です。会話を楽しむ観光客や地元の方で楽しい雰囲気でした。注意点としては、サウナから海までの動線は若干遠いのと、海に入るはしごで並んでいることがあり、その間に体が冷えてしまいました。また時間も2時間制だったので、シャワーを浴びる時間も考えると少し急ぎ目でしたね。化粧台も2人程度しか使えなかったので、そんなにゆっくり準備はできなさそうでした。日本のサウナとはまた違うので、異国のサウナを楽しむ気持ちで行くといいかもしれません。おすすめ観光地で最後にご紹介するのは、イッタラ&アラビアデザインセンターです。中央駅からはバスで25分ほどと少し離れています。旧アラビア工場跡地にあり、有名ブランドのイッタラやアラビアなどの食器を販売しています。ここではイッタラやアラビアの歴史も展示しています。以前は博物館も併設していたようですが、今は食器販売エリアの半分を活用して展示を行い、無料で見学できます。アラビアは1873年にヘルシンキ郊外のアラビア地区で設立され、その地名がそのままブランド名になりました。毎日の生活に使いやすい、丈夫で美しいテーブルウェアや
シンプルながら温かみのあるデザインが特徴です。イッタラは1881年、フィンランド南部のイッタラ村にて創業されました。主にガラス製品、陶器やカトラリーが有名です。現在は両社ともフィスカースグループ傘下に入っているので、一箇所で展示、販売を行っているようです。販売エリアでは可愛らしい食器がたくさん販売していました。品揃えはかなり豊富だったと思います。ここで普段使う食器を購入するのもいいですね。特にヴィンテージの食器も販売しており、今では行っていないフィンランド生産の食器も購入することができます。中古品なので、食器の壊れ具合で値段が変わるようですね。売れてしまったらそれっきりなので、一期一会の出会いを楽しむことができます。食器に興味のある方はぜひ訪れてみてください。それでは続いて、おすすめ飲食店をご紹介します。まずはじめにご紹介するのは、コンスタンモルヤです。中央駅からトラムで10分ほどですが、歩いても十分迎える距離でした。こちらはカレリア地方の家庭料理をビュッフェ形式で提供しているお店です。ランチは16ユーロ、夕飯は38ユーロで提供しており、夜は少し高めですね。店内は地方の家の中を再現しているようで、雰囲気がありました。そんなに広くなかったので、若干混み合っていましたね。ビュッフェの料理を取るときは列ができていました。料理は一箇所に固まって置いてあるので、人が分散しないようです。スープ、じゃがいもやマッシュポテト、カレーのようなものやご飯のようなものもありますね。こちらは肉などの煮込み料理でした。サラダやソースがあり、これらをマッシュポテトなどにかけて食べるようです。バケットも数種類ありますね。暗くて分かりにくいですが、サーモンを使った料理がありました。こちらも数種類のソースがありました。なぜかホームビールだけは自由に飲むことができます。他のアルコールは有料でした。料理はこんな感じです。正直何の料理かはよくわからなかったです。単体の料理はシンプルな味付けのため、ソースなどをたっぷりかけて食べるみたいですね。隣の地元の人がそうやって食べていたので、私も真似してみました。そうすると濃厚な味わいになり、かなり美味しかったです。スープは単体でも味が濃くて美味しかったですね。ビュッフェの列も混雑した時間が空いてきたら、並ばずに取ることができました。私は夜に利用しましたが、値段の安いランチで利用するのがいいかもしれませんね。フィンランドの家庭料理を食べれるので、よかったら訪れてみてください。続いてご紹介するのは、カフェアールトです。中央駅から徒歩10分ほどの距離に位置しています。建物はフィンランド建築界の巨匠、アルバー・アルトが設計し、1969年に完成しました。そんな建物の中の1階に書店があり、2階にアルバー・アルトの名を冠したカフェがあります。書店は結構大きく、利用されている方も多かったです。こちらのカフェは、日本のかもめ食堂という映画に登場し、日本人観光客にも人気です。カフェにはケーキやシナモンロールなど、いろいろ販売していました。日本語メニューもあったので、わかりやすかったです。値段は少しお高めかもしれませんね。私は、シナモンロール、チーズケーキ、ブルーベリーパイを注文しました。カフェラテもカップがかなり大きかったです。シナモンロールは 6.3 ユーロしますが、かなり大きく、食べ応えがありました。一人で食べるのはちょっと量が多そうですね。コーヒーもフィンランド風の軽めな焙煎で、美味しくいただけました。
お店の席数はあまり多くないですが、皆さんゆっくり過ごしていました。休憩がてら立ち寄ってみるのもいいですね。続いてはカフェサクセスです。中央駅からトラムで15分、徒歩で20分ほどの距離にあります。1957年から営業している老舗カフェで、シナモンロールが有名です。外にはテラス席もありましたが、雨だったので利用者はいませんでした。シナモンロールは 4.4 ユーロとお値段もお手頃なのにかなり大きく、甘さも控えめなので食べやすくなっています。一人では量が多いので、シェアしながら食べてもいいかもしれませんね。他にはサンドイッチ類も販売しており、ここでテイクアウトしてもいいかもしれません。美味しそうな菓子パンなども販売しているので、休憩や食事のためにぜひ立ち寄ってみてください。参考までに、映画かもめ食堂の舞台になったラビントラカハビラスアオミをご紹介しておきます。現在は中央駅近くにありますが、一旦閉店後、別の場所に移転するそうです。そのため訪れる際に、営業場所と時間を確認してみてください。こちらがお店の外観です。食事を注文しない場合は、14時30分から16時までの利用になります。それ以外の営業時間に訪れた際は、食事の注文が必要になるので注意してください。現在は日曜日が定休日みたいですね。店内の席数はそんなに多くなく、結構混み合っていました。日本人スタッフもいたので、日本語でオーダーすることもできました。机は木目基調のテーブルと椅子が用意されています。メニューはこんな感じで、日本の定番料理などが提供されていました。日本と比べるとお高めですが、こちらの物価と比べると標準的なお値段だと思います。私は日本茶を注文しました。一つの茶臼に配分あったので、シェアしながら飲みました。シナモンロールと抹茶のパフェを注文しました。ここは映画の舞台になったことで、映画ファンをはじめ、多くの観光客の方が訪れる場所になっています。地元の方も結構利用しており、日本食を注文していましたね。シナモンロールも甘さが控えめで食べやすかったです。抹茶パフェは正直、普通の抹茶アイスだったなという感想です。それでも異国の地で、日本の抹茶が食べれるのは安心感がありますね。移転してからどうなるかわかりませんが、ヘルシンキを訪れる際は、立ち寄ってみてください。それでは続いて、いくつかおすすめのお土産をご紹介します。最初に、スーパーで買えるおすすめのお土産をご紹介したいと思います。今回は、先ほどご紹介したカンピ礼拝堂の近くにある、歓喜ショッピングセンターの中にあるスーパーでご紹介します。ここに入っているケイマートは品揃えが豊富でおすすめです。フルーツやサラダ、お寿司、パンなども販売しています。食事をここで購入してテイクアウトするのもいいかもしれませんね。お土産はいろいろありますが、5つご紹介したいと思います。1つ目がエステラ社の出しているカシューナッツミックスの蜂蜜です。種類がいろいろあるので、自分好みのものを選んでみてください。蜂蜜がカシューナッツに染み込んでいて、結構美味しいです。お値段もお手頃なので、友人へのばらまきなどにもいいかもしれません。2つ目はフィンランドのマスタードです。フィンランドではお肉料理だけでなく、フライドポテトに合わせて食べる人もいるほどメジャーな調味料です。ちょっと甘めでマイルドなので、お子さんにもおすすめです。辛さも4段階で選べるので、自分好みの辛さを選んでみてください。3つ目は、ノードクビスト社の紅茶です。フィンランドで50年近く愛される紅茶メーカーで、ベリーやお花など様々なフレーバーがあります。軽くて持ち帰りやすく、
パッケージも可愛らしいものが多いので、お土産にぴったりです。ハーブティー、ルイボスティーなどもあるので、お好みのものを選んでみてください。4つ目は、マリメッコのペーパーナプキンです。高級なマリメッコですが、ペーパーナプキンも出しており、スーパーで購入できます。柄やサイズも複数あるので、用途に合わせて選ぶことができます。最後は、ファッツェルのチョコレートです。フィンランドでは、駅や空港、スーパーなど至るところで販売しています。1891年の設立で、その美味しさはもちろん、可愛らしいパッケージデザインもおすすめです。お値段もお手頃価格なので、こちらもばらまき土産にいいかもしれませんね。スーパーにはお手頃価格のお土産がたくさん売っているので、ぜひ立ち寄ってみてください。続いてご紹介するのは、サウナグッズを扱っているお店です。フィンランドといえばサウナですよね。フィンスカ・スーベニアサウナブティックでは、フィンランドのお土産やサウナグッズを購入することができます。お店はヘルシンキ大聖堂の近くにあり、中央駅からトラムで10分ほどです。お店では北欧らしいぬいぐるみや洋服を販売しています。フィンランドと書かれた T シャツや、暖かそうな上着、マフラーもありますね。マグネットやキーホルダーなんかも販売していました。こちらがサウナ用品です。お店の一角に置いてありました。サウナハットも種類が多いですね。サウナの椅子に引くマットも販売していました。種類もいろいろあり、自分好みのマットを選べそうです。値段が高いと模様が増えたり、厚手になっていましたね。ロウリュするための桶や柄杓も販売していました。見ているだけでもなかなか面白いので、観光ついでに立ち寄ってみてください。続いては、有名なブランドのマリメッコです。ヘルシンキ郊外に本社がありますが、市内にも多くの店舗があります。店舗によって置いている商品が違うので、いろんな店舗を訪れてみるのもいいかもしれません。店舗によっては日本人スタッフもいるので、日本語で質問できます。ただお値段はそれなりにするので、お財布と相談しながら購入することになりそうです。免税も効くので、気になる方は訪れてみてください。それでは今回のヘルシンキ観光、いかがだったでしょうか。魅力がいっぱい詰まった素敵な街でしたね。自然と近代的な建築の魅力をぜひ味わってみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。